こんにちは。こんにちは。今回は、その現実は嘘です。これはですね、私がリクエストしたんです。はい、そうなんです。リクエスト企画です。初期の過去動画で、その現実こそ嘘で幻想っていう動画があって、これが本当によく見られていて、現実が嘘っていう言葉ってとても気になる人が多いんじゃないかなって思ってたんですね。なるほど。だからちょっとこのテーマで2年半ぶりくらいにやってもいいんじゃないかなと思って。はい、わかりました。はい。で、潜在意識はそう思うからそうなる。で、これを恋愛に当てはめると、彼とラブラブと思うから彼とラブラブになるとなります。はい、そうですね。で、彼とラブラブと思うっていう思いが大事だってずっと言ってるんですよね。そうです。思いさえ決めちゃえば、あとは特にすることがない。なぜなら、彼とラブラブって思うのは自分が思う。自分が思ったことがいずれ現実に反映されるっていう考え方なんだけど、でも自分が思ったってことが全てと考えたら、はい。彼とラブラブと思った時点でもう完結だ、もう叶ったっていう考え方ができるって話もしますよね。はい、よくします。はい。で、確かに自分が思うが全てだってことはわかるんですよ。だから思った瞬間に叶ったって考え方ができることもわかります。思った瞬間に叶ったって考え方ができるっていうのは、当にうまくいっている意識で思いを決めるからなんですね。はい、そうだよね。彼と復縁したいとか、彼とは今は音信不通で連絡も取れない状態だけどとか、そういううまくいってない意識ではなくて、とっくに復縁して付き合っていたとしたら、そもそも復縁したいっていう思いにはならないって話もよくしますよね。はい。当にうまくいっている自分だったら、彼とどうしていたいのか、彼とどうありたいのか考えてねっていつも言ってると思うんですけど、そうなると当にうまくいっていたら、相思相愛で尊敬し合って最高のカップルとかさ、例えばね、ありたい2人の姿を設定するはずなんですよ。そうだよね。当にうまくいってる意識でありたい姿を設定したら、その思いこそが実現している世界の思いなわけだから、その時点で完結だよってことなんですよね。そうです。だってさ、普通に考えてみてよ。今その現状っていうのは、彼のことに関して言えば、自分にとっていいと思えない関係ですよね。まあそうですよね。別れた人が大半と仮定したらうまくいってない。だから復縁したいってなるんだからね。でもさ、うまくいっている自分だったらって意識で思いを設定した時点で、現状とは明らかに違いますよね。はい、違います。明らかに違う。その思いの世界の方がいいんだよね。まあそりゃそうですよね。当にうまくいってる自分が彼とラブラブだって世界に設定しているわけだからね。だよね。そしたら思いを設定したその思いの方を絶対にしちゃダメなの？いや、全然いいと思います。で、全然良くないよって思うとしたら、その理由は、現実から目をそらしてるとか、現実をもっと直視しろとか、そういうエゴが出るからかと思うんですけど、でもその現実じゃない当にうまくいっている思いの世界を選んじゃってるんですからね。だから現実に引きずられてる場合じゃないわけですよ。はい、まあ確かにそういうふうに言われると、なんで現実をそんなに気にしてたんだろうって気になってくるよね。ですよね。うまくいっている自分だったらっていう意識で思いを設定した時点で、それを自分の中の真実にするんですよ。その言い方はすごくスッと入りますね。
自分の中の真実。はい。これ初期でもね言ってましたけどね、そう考えると今のうまくいってないと思い込んでいる現実っていうのは嘘っていう言い方ができるんですね。嘘、間違い。はい。だって今別れてて、そこを起点にどうやって連絡取ればいいんだろうとか延々考え続けるっていうことは、今別れている私を起点にするしかなくなりますよね。でもとうにうまくいっている自分の意識で彼とラブラブな私って思いを決めたわけですよね。それを自分の中の真実にしたんですよね。そしたらその思いが起点になるよね。うまくいってない私っていう現実は起点になりませんよね。ならないですね。思いが起点になったら現実は嘘だよね。だってもうとうにうまくいっている世界線で生きてるのに、うまくいってない世界って嘘になるでしょ。嘘だけど、彼の言動のあれこれが耳に入ってくると、リアリティはあるし、とても嘘とは思えないし、どうしても引きずられるんだと思うんだよね。だからうまくいってない現実を真実にしていいのかっていう話なんですね。それを真実にしちゃったら思いが嘘になるじゃないですか。設定した意味なくなりますよね。そうなんだよね。でもつい現実はってなっちゃうのはわかるんだよね。そうなんだけどね。でも現実が気になりますよね。わかりますわかりますってずっと言っててもさ、本当にマジで何一つ変わらないんですよ。それでいいのっていう話なんですね。現実はこうです、ああです。でもさ、それ嘘だって言ったじゃん。嘘現実は嘘。でもこうして話を聞いてると本当に嘘な気がしてくるんだよね。いやだって嘘だもん。そうなんだよね。とうにうまくいってる自分の思いを真実にするのか、うまくいってない自分の現実を真実にするのか。うまくいっていない現実っていう言い方を、今しましたけどね、それすら自分の思い込みだったりするって考えたら、やっぱり嘘なんですよ。そもそも別れたのだって彼が好きっていう思いからどんどん離れてさ、わざわざうまくいってない自分になって、うまくいってない自分劇場を演じ始めてさ、板についてきて、延々演じた結果でもあるわけじゃないですか。だったらうまくいかない自分劇場の幕はさっさと下ろして、新たなうまくいきまくってる自分劇場を開幕してもいいわけですよね。そうなんだよね。だからわざわざうまくいってないと思うところにいつまでもとどまる必要はないってことですね。そう思いません？だってその思い込んできた現実は嘘。とうにうまくいっている思いが真実。でもそう思うからそうなるってさ、自分が思う。まず自分が思わないと何も始まらないと考えれば、思いを決めた時点でうまくいってる自分劇場は開幕したわけですから、だから過去の残骸であるうまくいってない自分劇場に構ってる暇はないってことなんですよ。いやでもこれ過去動画とは中身は違いますけど、今回のはとても分かりやすかったと思います。よかった。そうですね。うまくいってない自分劇場の幕は下ろしたんだから、もういちいちあげない。本当にそうですよね。本当そうです。うまくいってないと思い込んできた現実は嘘。思いという真実を大切にしてください。というわけで、今回はこの辺で。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。